マナーロード。地道な開発を進め住民の満足度も獲得し無事人口の増加に成功した我らがパンツ村。完成した邸宅には従者も到着して盗賊のキャンプの空き巣でお金もゲット。今回もどんどん開発するぞー。ただいまパンツ村では村レベルを上げるため、家のレベルアップに取り組んでおります。家レベルが上がると酒場と衣類の需要が増えて、村人の満足度が下がるぜ。まあ村レベル上がったら壊すから大丈夫。住んでる人は多分怒るぞ。家のアップグレードを待ちつつ、倉庫の人を割り当てたり外したりして物資の管理中。鉄の採掘場と解鉄路の在庫を倉庫の人に配達させ、生産に専念できる状態にしている模様。そして2月になり、居留地レベル上昇。レベル2の家が2軒完成して村レベルが集落になったか、次はレベル2が5軒だ。レベル3住宅は今建てるのきついけど、レベル2ならなんとかなるからこれも進めましょ。でその前にレベル2になった家の裏庭を拡張。ここは鍛冶屋になってもらいます。民兵用武器、製作開始だぜ。で武器を作り始めたところで、盗賊の野営地を発見しました。まだ武器なんもできてねえし、またやっちまうか？従者で空き巣。戦力的に勝てないけど、さすがに連続空き巣は卑怯臭いので避けたいところ。隣領主の手柄を奪うのは少し気が咎めるよな。そんなわけで今回はアウトソーシング、傭兵頑固な奴らと契約し盗賊を倒してもらうぞー。前の世界ではバグって傭兵出てこなくなっちゃったから初の傭兵だ。ライバルが雇う前に雇わないとダメらしいし、今回は傭兵と仲良くしてみるよ。傭兵のお手並み拝見だぜ。そして我らが傭兵を雇うと同時にライバルも傭兵を雇い、盗賊討伐に出撃。お、なんか来たぞ。略奪者が接近している。1年後に略奪者が攻めてくる例のあれ。その頃には戦力揃ってるだろうし、最悪傭兵けしかければいいし余裕だぜ。鍛冶屋も完成したし、とりあえず槍を作って戦いに備えるであります。槍兵編成には大盾も必要だから、後で施設建てないとな。あいよ。さあ傭兵たちよ、盗っ人どもをやっておしまいなさい。今回もライバル領主到着前にうまいこと戦闘に突入だぜ。敵さん感づいたぞ、戦列を指揮戦闘に備えよう。撃て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 ー。盗賊どもをフルボッコじゃー。頑固な奴らは軽武装の車種と重武装の車種の2部隊、重武装は防御力高いからこっちでうまく敵を抑えるぜ。各自自由射撃、目につく族を、矢でハリネズミにしろー。金で雇える戦闘のプロフェッショナルよ、その力を存分に振るってくれ。そして傭兵たちの猛攻で矢の雨が降り注ぎ盗賊どもが瓦解し逃走。あれそういえばパンツ村の従者はどこ行った？あいつらも戦場には一緒に来てたと思うが。従者たちは戦闘そっちのけで盗賊の野営地に向かったよ。結局こいつら空き巣しかしてねえじゃねえか。従者一人増やすより頑固な奴ら1ヶ月雇う方が安いし。従者は意外と高コスト。今回は傭兵しか戦ってないけど、国庫が144に影響力も320増加。盗賊狩り、それは傭兵に任せても黒字になる簡単なお仕事。雇用期間はまだ1週間ほど残ってたけど傭兵たちを解散。ギリギリまで雇って野党が湧くの待つのもありだが、1週間じゃ現地まで行けんな多分。追加費用で継続雇用もできるけど、今はお金ないしここでお別れで。頑固な奴ら、お疲れ様でした。そしてパンツ村に戻りレベル2の家の裏庭に、家具屋を拡張。これで槍兵に持たせる大盾も作れるぜ。さて春になったし馬買って交易を始める準備もしとこっと。お、いつの間にか開村1年経過してたな。てか馬って効果あるんか？いまいち効果はわからないんだけど、行商するときに馬に乗って出かけてるみたい。見るからに荷物を多く運べそうだし、数量や移動速度が上がることを期待だな。それなのに馬トラブル発生。厩舎の空間が不足しています。いや厩舎足りてるから、バグかな？とりあえず再起動で。再起動した結果、馬の厩舎が足りないエラーは消えたけど、盗賊の野営地を発見しました。先月倒したばかりだぞ。これは仕様っぽいけどセーブ&ロードのタイミングで、どうやら野党が発生することがあるようで。野党は金と影響力のボーナスみたいなもんだから、若干ずるくせえぞ。とはいえ出てきちゃったもんは仕方ないので、今回は雇われし山賊たちと契約してこれを処理するぞ。費用30のリーズナブルな傭兵。おっとこのタイミングで居留地レベル上昇。レベル2の家が5軒全部完成したようだな。さて開発ポイントも溜まってるし、ここらで研究開放だー。では貿易物流と関税撤廃を、アンロックじゃー。前者が新規ルート作成費用が上限25で作成できて、関税撤廃は輸出入の価格差がなくなるぜ。次は採掘無限になる深部採掘を取りたいけど、ポイント足りない式が変わるかもなので保有します。まだ埋蔵量も余裕あるしな。
さてベリーの在庫がすでに178個もあるので、上限100に設定して輸出開始。季節も春になって木の実採取でさらに在庫増えるだろうし、ちょっとした稼ぎになりそうだぜ。これで稼いで資金が増えたら、交易ルートを開放してさらに大量販売だ。鉄鉱石と鋼板も上限目標設定して、適当に輸出開始。倉庫を圧迫せず生産で原料が枯渇しない、いい感じの目標設定を目指すのだ。あいよ。でこちらのレベル2住宅の裏庭を増築し、靴の作業場を新たに追加。なめした革を使い靴を作り、レベル2住民の衣服の需要を満たすぜ。そしてこちらのレベル2住宅は、撤去だー。秘宝、リフォームしたばかりのマイホーム、理不尽に破壊される。ビールがないと娯楽不足でマイナス4も好感度下げ、文句言うやからはボロ屋に住むのがお似合いだ。村レベルが上がり研究ポイントをもらったら用済み、好感度を上げるためだ許せ村人。おっとここいい感じに区画が空いてるな。2世帯住宅を建てれる広い空間を用意しよう。いやお前が今破壊したところだろこの鳥頭が。てっへー。そして傭兵の山賊を雇って処理しようとしてた山賊討伐は、傭兵の出現位置が悪く微妙な展開。ライバル領主の雇った山賊と、うちの雇った山賊が天然の山賊を奪い合う三つどもえ山賊バトル。従者が一番近いけど怪我させたくないし困った。結果は先陣はライバル領主の山賊に取られ、我らの山賊は出遅れ背後から攻撃する形に。この場合やっぱり影響力は入ってこないかな？そんな山賊三つどもえバトルの最中、我らが従者はもちろん空き巣。ほんとぶれねえなうちの従者という名の盗っ人は。で山賊バトルはどうなったのかよくわからないけど、我らの影響力が280上昇。後から来て後ろから少しこづいただけでも影響力は入るのか。これならライバル領主が戦ってる最中に従者で参戦するだけでも影響力増えそう。卑怯臭いが傭兵代節約するなら、そういう選択肢もありかも。では山賊さん解散っす。お疲れ様でした。じゃあ今の戦いで影響力1000溜まったし、新たな領地を拡張だー。すでにライバルに2つ取られて残りは3つ、どこを取るかで今後の展開が大きく変わりそうだぜ。中央を取ろうか悩んだけど、豊富な資源の動物と木の実が近くにあったこっち側に決定。木の実は染料にもできる、研究取れば収穫量も倍になるつよつよ資源。ちらっと確認したら略奪者の襲撃まで残り306日。新しい地域を襲撃するかもだから、そのことも念頭に置いておかねば。だな。好感度はレベル2の家を潰したおかげか、娯楽不足はマイナス2で許されている模様。今 68% か、あと少し頑張れば人口の増えやすくなる 75% に到達できそうだ。あやべうっかり変更忘れて大建て作るつもりが戸建て作ってた。安定のやらかしまあやりもすぐ1部隊36人分揃うし、略奪者の襲撃までには大建ても完成するよ、多分。交易で少し利益が出たので、レベル1の家の裏庭に鳥を追加。これで TKG が食べれるぜ。当村の主食はベリーなので卵かけベリーです。まずそう。当村の卵かけベリーを世に知らしめんと、ベリーの交易ローコスト18を支払い作成。名物料理となってベリーの需要が増えてくれるといいな。そんなことしてる間にライバル領主がワルドバーンドの占領を開始。取るか迷ってた中央領地が取られちまったな。残す空白は右下のみか。全部埋まったらライバル領主が攻めてくる X デーは近い。まったり雨降りの空を眺めつつ、領地の占領完了を待つ日々。食料ベリーは有り余ってるが、肉の在庫が心もとなくなってるぞ。先月の好感度確認したら、食料の種類少ないでマイナス1のお叱りもらっちゃってるしこや解決せねば。てかレベル2の家3軒しかねえのに、結局娯楽不足もマイナス4食らってるぞ。それは知らん。おい。自家生産してるけど、食料の多様化を卵と野菜の輸入で在庫切れないように管理。地域の占領が終わりました。スタートから1年と2ヶ月、我々は新たな領地を手に入れた。おそらくこの地がライバル領主侵略の防衛の要になるだろう。この地に防御力の高そうな名前を付けよう。今日からここはビキニアーマーだー。いやその防具肌色多くて防御力低そう。てか住所名乗れない地名つけんな。声高に叫べ、ビキニアーマーに住んでますと。高度な変態さんだな。それでは入植者キャンプを、資源の集まる中央付近にホイッとな。略奪者の襲撃まで日がないし、急いで開発始めるぞ。かしこまり。じゃ初期の建築予定はこんな感じ、建設を始めるぞー。パンツ村と違って入植者の位置が自由に選べたから、こっちの開発はさらに早く進められそうだぜ。そろそろライバルもワルドバーンドの占領が終わるみたいだぜ。
ぐぬぬ、ライバル領主め、好き勝手領地拡張しおって、許さんぞ。越長マナにしてんだよ。ここが戦場か、私は絶対にここには近づかんぞー。宣戦布告しといて戦場に行かない嫌がらせ入りまーす。戦闘が終わるまで右下の土地は取られないし、野党が湧いても多分邪魔されないと思うよ。せこい。では宣戦布告によりビキニアーマーにライバル領主の軍隊が現れビビりながらも開拓しつつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとお願いいたします。更新速度がちょびっと速くなります。二つ目の領地を手に入れたものの、他は全てライバルに取られそうな状況のパンツ村。果たしてこの状況でハード難易度はクリアできるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。